野間のホームページに2025年私たちは全てを捨てる覚悟を決めました。これまでの成功体験もプライドもとあります。その全てを捨てるきっかけって何だったんですか？そうですね。なんかさっき言った自分たちがなんか逃げてる部分、なんか自分たちが弱い部分から逃げてる状態みたいなところにやっぱちゃんと向き合わなきゃいけないよねっていうことなのかなって思いますね。なんかアルティメットへの向き合い方だったりだとか、平日のトレーニングだったりだとか、練習のやり方だとか、チームとしてどうあるべきかみたいなことを今までなんか流れのままなあなあでやってた部分は惰性でやってた部分が結構あったので、それ一回全部ゼロにして本当に2年後3年後2年後になるのかのクラブで勝つために何が必要なんだっけっていうのを、ゼロから考え直そうっていうことが、きっかけかなと思います。どちらかというとそうですね、そのタイミング的にもクラブで勝つ、26年今年の26年クラブでどう勝つかっていうことを考えた時に、このままだと無理だよねっていう、じゃあ全部一回さらにしてそこからもう一回考え直そうっていうようなことかなと思ってます。じゃあ2025年去年ですね、全日本優勝されましたけど、その今まではちょっと低迷期が続いていて、で去年優勝した、そこの差って何だと思います？もうなんかそこに対してどれだけ全員が準備したかっていうとこの差が出たなっていうふうに思ってます。なんか一番練習した自信があったし、一番ミーティングした自信があったし、投下した時間がやっぱり圧倒的に今まで足りてなかったっていうことが証明できたのかなって思ってますね。結構なんか噂で聞いたんですけど、アメリカ式のなんかやり方もやっているみたいな。アメリカ式？なんか2セットじゃないですか。セット。そうですね。そういうのも導入したのが去年。そうですね。2セット制はそうですね。毎年なんかやろうっていう話にちらっとなるんだけど、結局やらずに終わるっていうことが多かったんで、それをやりきるっていうのをそうですね。そこを基本崩さずにどうやったらやりきれるかっていうことを結構考えたし、ケイタたち含めて若い選手がしっかり入ってきてくれて人数が増えたので、そういう練習にも耐えれるようになったし、身内で日本で一番高い質でやることがを目指してやってきていたので、それが結果につながったのかなとは思ってます。なるほど。さっきの2セット制について、多分ご存じない方もいると思うので、ちょっとご説明いただいてもいいですか？2セット制、アルティメット大体が、オフェンスを中心にやるオフェンスセットと、ディフェンスターンに出るディフェンスセットで分かれていて、でオフェンスセットが基本、7人プラスサブが1人2人いるかぐらいで、その他がディフェンスセットになるんですけど、それでやると結局ディフェンスセット側が人数がダブっちゃう。というのもあるので、僕らはノマとトラって言ってたんですけど、ノマチームで、チームの半分なんで13人とか14人ぐらい、トラで13人ぐらい用意して、どっちがオフェンススタートで出てもディフェンススタートで出てもいいように均等に割り振りをして、でもう常に交互に出続けるっていう風にやってました。どういう戦況でも常に基本変えていくっていう、負けてても勝ってても常に変えるっていうことを、やることを最終的にはゴールとしてましたね。その成果は結構出てますか？そうですね。実際、大会でも、ディフェンスもともと僕はずっとオフェンスセットにいた側の人間なので、
まあ、オフェンスには慣れてるんですけど、ディフェンスセット、ずっとディフェンスセットだった人って、本当にオフェンススタートのオフェンス、スローオフを処理してスタートするとか、ブリックスタートからオフェンス始めるって、やらやない。らないし、やったことがないですよね。で、やっぱり、まあ、TO5 のオフェンスってなんか点取れば OK みたいな、世界でもあるかなと思っていて、まあ、よりも、まあ、それだけだとやっぱ、まあ、世界相手に勝てないっていうのがあったんで、まあ、TO5 のオフェンスの質を上げるっていう意味合いでも、オフェンスもっと上手くならなきゃダメだよねっていうメンバーがたくさんいたので、はい。まあ、そういうメンバーがオフェンスセットとして、まあ、大会通して出たりとか、ドリームとかも含めて、まあ、大事な試合、チームとして結構大事な試合だけど、もうこのメンバーで、オフェンスやりきるっていうのを決めてやってたりして、まあ、そこで、まあ、実際キープができたりとか、まあ、もともとディフェンスセット側だったっていうのもあって、TO は受けるけど起こし返せるみたいな。はいはいはい起こし返してなんとかキープするみたいな。でもオフェンスセットって何回起こしても1点取って帰ってくればいいわけな話なんで、まあそれも含めて、なんかチーム、なんか、まあ、セットのスタイルというか、みたいなのもできたし、まあ、オフェンス力が上がったっていうのは、まあ、チームとして一番大きかったかなって思ってますね。なるほど。オフェンスセット以外のメンバーもより実践経験積めるし、そうですね。若手も入れるし、なんか練習でオフェンススタートやってもあんま意味なくて、結局大会の大事なターンでオフェンスセットにラインナップする時の緊張感を一回味わわないと、まあでも一回やるだけで逆に次ディフェンスで出た時になんかちょっと心の余裕を持ちながらプレーできるみたいな感じがあったんで、そこがすごい良かったなって思ってます。当時啓太さんさっきおっしゃってた最初入った時のもの練習、こんなもんなんやっておっしゃってたんですけど、その2025年でチームがまるっとなんて言うんでしょう、フルコミットになって、なんか感じた変化とかってありますか？そうですね。まあ、私が入団する前の野間の内部事情をそこまで知ってるわけではないので、変化というとちょっとあれなんですけど、本当に2025年シーズンは、さっき健太郎さんおっしゃってたように、日本で本当に間違いなくどのチームよりも練習したし、ミーティングで会話したし、平日アルティメットのことを考えてる時間が長かったと思います。で、それが、本当普段の練習に出てて、試合に結構出るメンバーも、本当にワンチャンス、ワンターンぐらいのメンバーも、ベテランも若手も関係なく、全員が心の底から全日本優勝したいって思ってたシーズンだったなってめちゃくちゃ感じてます。で、それが、新しい取り組みにピタッとはまって、で、2セット制なので、これまでオフェンス対ディフェンスだったらあまり出場練習でできてなかったメンバーがバンバン出なきゃいけないようになって、で、これまでディフェンスでワンターンだった人間がいきなりオフェンススタートとかで出て、で、上手い選手と一緒にやることでどんどん上手くなって、で、本番ディフェンスターンで出ても TO5 オフェンスで活躍するとか、本当チームの底上げにつながったので、2025年は本当そういうシーズンだったなと思います。その結果、全日本優勝、決勝戦大阪スピリッツ15対12で優勝しましたけど、久しぶりにその優勝になって最初に思ったことなんですか？尾崎が心配尾崎が頭を最後は一回取って、外のあっち側のそう尾崎が心配でめっちゃ嬉しくて駆け寄ったけど、なんかそういう雰囲気じゃなさそうってなって、いや泣くのかなって思ったけど涙も止まりましたね。怪我の心配がいや大丈夫かなっていうのもありましたが、まあ実際そうですね、なんかまあここまでやって勝てなかったら無理だなって思ってたんですよ。だからそのプレッシャーも結構あって、こんだけやったのに勝てなかったらどうなるんっていう気持ちで結構やってたのもあったので、まあ、ほっとした部分の方が、まあ、結構大きかったのかなっていうのと、まあ実際ノマに入って僕初めてだったんでついに優勝できたっていう感じだったので、
なんか、まあ、そこは、まあ、やっと、まあ、8年目9年目にして、まあ、優勝できたっていうのは、まあ、本当に嬉しかったですし、まあそれよりもどっちかというと、まあこんだけやったからやってきてそれが結果出たっていうことが本当に、まあ、チームメイト全員とそう思えたっていうのが嬉しかったかなと思います。もう本当にじゃあ文字通り全てをかけて臨んだっていう感じだったんですうね。ん、そうですね。これで無理ならもうこれで無理なら無理悔いないみったていな。思ってた。なんかそれをなんか大会終わった後に言ってたけど、そんな感じでしたね、なるほど。去年は。来月ついにクラブ選手権ですけど、ノマディックトライブにとって4年に一度のクラブ選手権ってチームとしてどういう存在ですか？まあ、チームとしてやっぱそこを目指してやってるかなと思っていて、まあまあ、A 代表も4年に1回あったりするけど、まあ、そこに行けるメンバーってまあ限られているし、まあ、前回も結局3人オープン3人しか行けなかったので。ってなった時に、まあ、世界の相手に戦える経験って、まあ、もちろんまあそうですね A 代表に選ばれないレベルの選手だとしてもめっちゃ活躍するシーンってあるし、対海外対外人相手にやるアルティメットノマのアルティメットがこんだけ通用するみたいなところを、まあ、感じれるのはすごいいい機会だし、まあ、それめがけてやっぱみんなやっているので、そうですね本当に、まあ、チームとしてのそのモチベーションというか、まあ、4年に1回クラブがあるからそれに向けてまあ準備をするし、はい。まあ4年もあるんで、まあ、人を集めるってところから多分、そうですね。去年、まあ一昨年とかは、まあ、実際スタートしていて、まあ、クラブちゃんと戦える26人が、全員が誰が出ても大丈夫な状態、誰が出ても戦える状態じゃないともう絶対勝てない、アメリカに勝てないっていう北米に勝てないっていうのが分かっていたので、まあ、それはまあ過去の経験から、まあ、そのためにじゃあ今人数そもそも足りてないよねみたいなところから25年シーズンが始まってたりする、24年か24年25年が始まってるんで、まず人集めなきゃねっていうところとから始まってるので、なんかまあ常に、まあ、4年に1回来る、まあ、一番チームとして大事な大会だし、まあ、それに向けてどう準備していくかっていうのを、まあ、毎年考えてるって感じの大会なのかなって思います。その国内で優勝するためのチーム作りとクラブで優勝するためのチーム作りって結構違いますか？どうなんだろう。まあちょっと違うかもしれないですね。やっぱり海外、まあそのクラブ選手権において勝つってなると期間が長いし、まあハードな試合を数やらなきゃいけないんで、やっぱ人数が必要。はい。で、国内だと、まあ本戦も、まあ4試合だけなので、まあ4試合勝ち切るって考えると、まあ30人ぐらい今メンバーいますけど、まあ全員が全員必要かと言われると、まあやっぱその本当にそこだけ出し切りでよければ、はい。あんまりいらないかもとは思いますね。ただ実際クラブ行くとやっぱ26人しか、まあ、メンバー入れなくて、上限があるんですね。で、まあ、その26人全員がやっぱり戦えないと、まあ、最終来るし、余裕な状態で3日目4日目を迎えられないっていうのがあるので、まあ、そこはちょっと差はあるかなとは思いますね。なるほど。ケイタさんにとっては初めてのクラブ選手権になると思うんですけど、もともと何回か日本代表でビーチとか出られてましたよね。はい。その今までの日本代表とこのクラブノマとしての何か心境変わったところありますか？ありますね。もうそれで言うと全然違ってて、もともと僕がノマ入団した時も、正直クラブ全然興味なくて、あくまで自分の最終ゴールとモチベーションの源泉は代表にあるっていうタイプだったんですね。で、そのために、クラブチームがあって、全日本優勝はもちろんしたかったですし、代表に行くっていう思いが強かったんですけど、もちろん今もそれは強くあるんですけど、やっぱこれだけみんな自分の生活がある中、土日朝から晩まで一緒にいると、やっぱ愛着湧きますし、
代表以上にやっぱ過ごす時間が長いからこそお互いの得意なところ苦手なところがもう話さなくても分かるっうん。ていうのを1年間ぐらいやってると、やっぱこの人たちと世界相手に戦いたいなって思うように強くなって、でヨーロッパ遠征とかも経験して、本当に今年はいけるぞ見えてるぞっていうのを感じてるので、もう1ヶ月後にかける思いは相当強いですね。強いですか？はい一番楽しみなことって何ですか？楽しみなことは、はい。そうですね。こいつやばいなって思うやつとマッチアップすることですかね。相手、世界の。はい。5月行ったベルギーの大会で、あのクラハムのマスターチームとやった時にマッチアップした選手が、本当にガタイも身長は僕ぐらいで、しかも体格はもう僕の2倍みたいな感じで、もうゴリゴリに体当ててきて、もうどうしようって思いながらプレーして、バチバチですごい楽しかったので、そういう選手とやるのがすごい楽しみです。楽しみ。じゃあ、健太郎さんの引退の話を聞きたいんですけど、はい。今年で引退されるんですか？そうですね。一旦ノマで、第一戦で、やるのはもう今年でうん。終わりかなと思ってます。その決めた理由って何かあるんですか？決めた理由は、やっぱり、まあ、モチベーションを、維持し続けるって考えて、あと体のそのコンディションを、今の状態を、今多分、過去と比べても、だいぶ良くて、これを落とさないために、平日のトレーニングだったりだとかを、こっからまた4年間維持し続けないと、多分、次戦えないと思っていて、4年かってちょっと思っちゃったっていうのが、まず1個あるかなと思ってます。なんで、4年間、そう4年間やっぱ準備し続けないと、はい。行く資格はないかなって、うん今のノマであのゆそうだね、今のノマのメンバーを考えた時に、4年後、自分が36おーとかなんですけど、そうなった時に、もちろん下もいっぱい入ってくるだろうし、そうなった時に4年後自分があの選手として選ばれるためには、多分4年間準備し続けないとダメだろうなと思っていて、ちょっとそのモチベーションが今のところはない。ちょっとさすがに長いなって思っちゃったっていう感じですなるほ。ど。そのチームメンバーに伝えたタイミングっていつなんですか？いや別になんかそれで伝えてるわけではない。あ、まだ言ってない。言ってないこともないけどね。言ってないこともないけど、もうもう今年で終わるから、やめるからって時々言ってます。それを聞いて、ケイタさんなんか思うところってあります？だって憧れたはい。中尾健太郎じゃないですか。そうですね。個人的には、やれるだろうともちろん思いますし、はいたとえ、健太郎さんみたいなタイプは、体がちょっとボロきても、なんていうんですか、巧みさというか、うまさでカバーできるだろうとは思いますけど、確かに健太郎さんの立場になると、妥協はしたくないだろうし、なんか、それでボロボロになりながらやる自分も嫌だろうなとは思うので、もう全てを今年にかけてくれたら、そうね。一旦、はい。ああと、アルティメットをやめるわけじゃないですから。そうですね。アルティメットは続けるだろうなと思いますし、結構個人的なモチベーションが外人と試合するのが結構モチベーションとして大きくて、なので、毎年そのクラブのためにそのヨーロッパ遠征行ったりだとか、なんかそういう準備をしていく中で、やっぱヨーロッパの選手たちとやるのが楽しいし、そういう、なんだろうな、その身長も大きい、がたいもでかい、足も速いっていう相手に対して、その自分個人の一対一として勝つ技術みたいなところを、なんて言うんだろうな、極めてというか、そこで一対一に勝ちに行くっていうことを、
考えながら、はい今までプレイしてきたので、なんかそこはそうですね。その機会がやっぱり、うんまあ4年に1回、本気の大会は4年に1回なので、そうですね。よりも他の大会に、海外の大会出たりとかはやりたいなとは思ってます。でも野間としては今年で最後。そうですね。うん毎年全日に向けて準備してみたいなことを、続けていくのは一旦最後にしようとは思ってます。やっぱり引退って決断してからその毎日の練習の見え方とかって変わるもんなんですか？いや、そんなに正直変わってなくて、でも本当に日々やれることをやるだけなので、本当になんか自分がやらなきゃいけないみたいなこともなんか本当なくて、なんかキャプテンとしての仕事ってほぼないんですよね。今みんなちゃんとしてるんで、はい、なんでフリップも負けるからやらせてもらえてないしそうなんですか？なんで本当にキャプテンとしての仕事みたいなのはないので、できる限りのことは本当に後輩たちに伝えたいと思ってますし、プレイヤーとしてベストの状態で行くために何ができるかっていうことをもうやるしかないかなって思っているので、あんまり見え方とかは変わってないし、なんかやめるのもなんか多分あんま想像ついてないっていう感じだとは思いますね。自分が抜けた後のチームの不安とかってありますか？なんもないです。なんもないですか？なんもないです。大丈夫です。みんな頑張ってるんで。来年からの啓太さんに期待することってあります？自分が抜けた後。自分が抜けた後。いやー、なんだろうね。いや、もちろん、その、ノマを支えていく、メンバーなんで、ノマが常に強く、今の雰囲気だったりだとか、今の強さっていうのを、ノマとしての良さっていうのを、維持できるように、やっていってほしいなって思ってますし、で、そこにどんどんやっぱり下の子たちを、どんどん入れてもらって、チームとして大きくなっていく。で、どんどん競争が激しくなっていく過程で強くなっていくと思うんで、そういう好循環を作って、やっぱ連覇し続けられるような、バズがずっと勝ってたような、連覇し続けるっていうことを、直近どのチームもやれてないので、それをやれるようになってほしいなと思ってます。どうですか、啓太さん、今のを聞いて。もちろん頑張りますしクラブの話いっぱいさせていただきましたけど、僕はクラブの後の全日本ももちろん大事にしてて、本当健太郎さんおっしゃった通り直近連覇してるチームがなくて、5強4強5強のチームがこう順番に優勝してるみたいな状況なので、まずはクラブでしっかり目標を達成して帰ってきて、で帰ってきても多分2ヶ月とかですけど、もう一気にこう、休む間もなくこう国内戦に脳みそと、チームの運営を切り替えて全日本でまた圧倒に連覇できるように頑張ります。啓太さんから見て健太郎さんが抜けた後ってどうなると思います？チーム。そんな変わんないでしょ。いや、そうですね、健太郎さんが抜けた後、多分健太郎さん以外にも引退される方はいるので、ただやっぱそういう上の方が抜けると、なんでしょう、最後誰がまとめるのみたいなのは一旦なるかもしれないかなとは思いますね。やっぱ僕も含めてこうギャーギャー言う若手が多いのが今の良さであり、そこにこれを静かに受け止めてくれる健太郎さんみたいなこの上の人たちがいてうまくまとまってるチームなので、そこの役割誰が担うんだろうっていうのはありますね。じゃあ最後の質問です。来月のクラブ選手権でどんなノマディックトライブを見せたいですか？そうですね。チームの仕上がりとしては、結構
まあ今まで、自分がノマでやってきた中でもやっぱり一番強いチームに今なっていると思うし、対海外にしても、かなり通用する武器がたくさんある状態なので、結構、オフェンスは本当に止めどころが、向こうからすると結構なんて言うんだろうな、序盤特に、ないだろうなっていう感覚があるので、そのあたりオフェンスで、圧倒するところを見てもらいたいなと思ってますね。で、チームとしてもそのレベルアップしたのは TO5 のオフェンス、ディフェンスセットの TO5 のオフェンスも含めて、オフェンスに関してはすごくこだわって大きく攻め続けるっていうことをやり続けてきているので、攻め続けてめちゃめちゃ点取るっていうところをめちゃめちゃキープもうサクッとキープするし、めちゃめちゃブレイクするみたいなプレーを見せられるといいかなと思ってます。ケイタさんはいかがですか？はい。見てほしい、期待してほしいこととしては、そうですね。もう日本のチームが世界相手に通用するとか、勝つには、こういう戦い方をすればいいんだぞっていう視点で見てほしいなと思ってます。やっぱクラブのこれまで積み上げてきた経験も多いですし、本当にクラブを見据えて、2、3年前からチームの準備をしてきたっていうところで、やっぱ世界のレベルの上がり方も異常じゃないと思ってるので、それを見るために、それをこうクラブで初めて面食らうっていうことがないように、毎年海外遠征して、本当もう時間と体力とお金を全て犠牲にしてきてやってきてる、選手とスタッフ監督入れて本当30名強で乗り込むので、今後日本がこう世界に対して勝つにはこういう2、3年の準備とこういう戦い方をするんだぞっていうのをノマが代表として見せたいなと思ってます。なるほど。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ最後、今見ていただいている皆さんにケイタさんからメッセージをいただいていいですか？はい、本日はありがとうございました。いつも応援してくださっている皆様、そしてスポンサー会社関係者の皆様、いつもありがとうございます。今年は本当に4年に1回の大勝負というところで1ヶ月後アイルランドに乗り込んできます。本当皆様の応援を力に全力で戦い抜いてメダル取ってきますので、引き続き応援よろしくお願いします。僕からも締めてください。健太郎さんもお願いします。はい、そうですね。本当にいろんな方々、プレイヤー、スタッフ、プレイヤーの家族、友達、彼女なり子供なり、本当にいろんな人たちに支えられて我々本当に日々土日犠牲にして活動できているなと思ってます。全身全霊をこの4年に1回の大会につぎ込めているというところは皆様の本当に支えのおかげなので、感謝してます。で、このお礼をですね、結果で返すしかないと思ってますので、クラブ選手権でメダルを取ってメダルを持って帰ってくるもですし、配信等を見ていただいてノマのメンバーが活躍している世界相手に大活躍しているところを見ていただければなと思っておりますので、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございます。本日のゲストはノマディックトライブから中尾健太郎選手、佐々木啓太選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。